パートナーズの石田です。よろしくお願いします。本日6名終日作業の現場が入りまして、今回ご依頼者様が大家さんからのご依頼になっております。で、入居者さん自体が70代男性になっておりまして、ちょっと病気でね、5年ぐらいですね入院されて、病気で、亡くなられてから何年か空き家が続いて、どうしようもなく身寄りもいないということで、今回 YouTube を見てご依頼いただきました。お部屋かなり荒れております。新聞紙が多かったり、紙類、腰類がかなり多いです。今回残すものがもう身寄りの方がいないということで、基本的には何も残さず全部片付けしてくださいということになっております。ただ大家さんに確認してほしいものに関してはきっちり残してご確認は最後してもらおうと思います。お部屋入って真っ暗でガス、水道、電気止まってる状態なので、懐中電灯で撮影させていただきます。では作業の方始めていきます。よろしくお願いします。今日も綺麗にゴミ屋敷パートナーズ。では確認してもらいます。よろしくお願いします。どうぞ。玄関周りから右手に結構ね、家電製品あったり大工道具ですかね、かなり多いです。で、洗面所だいぶと荒れております。で、左手がトイレです。かなり汚れているので、で、右手のお部屋です。取れますかね、お願いします。で、左手が押し入れです。上がちょっと開かない状態になっております。広角カメラつけてるんですけども、お部屋のスペースが狭すぎてちょっとなかなか全体が見えにくいかと思っております。で、食器棚ですね。ぎっしり詰まってますね。左手冷蔵庫2つあります。キッチンの上もかなりぎっしり入っております。1、2、3箇所のキッチンの中もぎっしり入っておりまして、結構ね、ゴキブリのうんちかなりついてます。どこかちょっとね、糞尿の匂いがかなりしますね。で、奥がお風呂です。足場もね、かなり悪いです。お風呂場はそこまでお荷物がないです。奥の部屋ですね。段ボールの中身、かなり書類とかレシートとかもいろいろ入っております。新聞紙もかなり多いですね。荷物踏んでる状態ですけども、僕の胸ぐらいの高さありますね。で、洋服ダンスと手前にお仏壇もある状態です。お仏壇の前にお写真ある状態ですけど、新聞紙が覆いかぶさってますね。押し入れここちょっと見れない状態です。ライトあるので明るくして撮影していこうと思います。僕がとりあえず手前の部屋をさせてもらいます。足場が悪いので手前のもの、ちょっとここの荷物を玄関口の方に出して、何名かでとりあえず仕分けの方だけさせてもらいます。周りの許可はもちろんいただいております。生駒くん、はい、ちょっとね、足場悪いので外で仕分けの方してもらったら助かります。はい。これちょっと外で仕分けの方お願いします。はい。
だいぶスペース広がりましたね。こっち来れますかね。あ、わかりました。じゃあお願いします。お願いします。ずっと電気が止まってた状態なので、かなり腐敗臭の匂いがします。めっちゃ匂いきついな。そうですね。お願いします。はい。こんな状態で今仕分けのものを置いております。はい。結構ね、この段ボールの中に何が入ってるかかなり気になってたんですけど、中には何も入ってません。これも空箱ですね。この段ボールの中には新聞紙しか入ってません。これはもうそのまま紙でいかせてもらいます。どうぞ。これもね、新聞紙ばっかり入っております。ちょっと雑誌とか紙類が入っております。これも紙ね。はい。あ、空箱ばっかりですね。これも何も入っておりません。山田君、ちょっとお願いします。はい。ちょっと空箱ばかりなんで潰してもらっていいですか。どうしました。こちらについてもかなり新聞紙が入ってきます。新聞紙のみになりますね。山田君、はい、はい、はい。コピー機、未使用です。ただ年数が2009年になるので、11年前なので、ちょっとすみません、これは買い取りは不可能になります。今では懐かしきブラウン管テレビですね。運び出す際にコンセントが危ないので、しっかり振らせてもらいます。このブラウン管テレビの製造でいうと2007年になります。あ、どうぞ。忘れた。はい。新聞、紙類かなりありますね。結構ね、この辺とかはまだ何があるのか正直わからない状態なんで、この中もですね、とりあえずは残しとして資源としてリサイクル回せるものばかりなので、ちょっとしっかり分けてやっていきます。でテレビ台の中にも新聞紙、電子率待ってます。
この段ボールの中には木がたくさん入ってます。中身全部紙になります。岡村君、はいはいはいよ。下駄靴分かんないんですけど、昔の道具ですね。ちょっとさすがに古すぎると結構ね、ゴムとかが劣化して潰れちゃってるので、これは正直技術できません。ちょっとこの引き出しの中さっと見てもらいましょうか。先にいきますね。まあ、古紙類が基本的に多いですね。すごい昭和56年から書いた音楽の楽譜ですかね。でまあ本当はですね、こういうのも身寄りの方がいれば残してあげたり、思い出のあるものなので、昭和52年から書かれてたりとか、思いを込めたものなので、まあ、本当は身寄りの方とかに見てもらったりとかしたいんですけども、今回どうしてもね、残念なことに身寄りの方もいなくて、大家様からのご依頼ということなので、ちょっとどうしてももうこちらはもう都市として都市圏の方に回させてもらいます。すいません。おそらく間違えてたらすいません。まあ、ラジオチューナーですかね。かなり古いです。ちょっと年数は書かれてないですけども、なかなか今の時代で見れないものですね。で紙ばかりですね。これ年数が1986年のものですね。かなり古いですね。このタイミングで休憩入らせてもらいます。現在9時半から始めさせてもらって10時40分です。よろしくお願いします。では11時になりましたので作業の方を始めます。よろしくお願いします。最悪や。やってしまいました。これはメモ代わりにおそらく切ってるチラシになるんでしょうね。こういうチラシがかなりあります。めっちゃ古い。昭和55年の新聞です。1980年 VTR テープ用急増、今でいう VHS ですかね。線引かれてますね。オリンピックのコインについて飾られてます。記念1000円コインですね。昭和39年ものみたいなのが書いてます。
めっちゃ重たい。すっごい重たい。よいしょ。うわ、危ない。よいしょ、めっちゃ重たいこれ。よいしょ。これ逆にすごい上げましたねこれ。おそらく本かな。本ですね。これは重たい。中野くん、飯田さん、山田くんがしてる部屋、向こうを撮影しましょうか。ここはもう紙をとりあえず片付けるだけみたいなイメージになると思います。じゃああちら行きましょうか。今飯田さんと中野くん、山田くんが作業の方しております。先ほどねちょっと押し入れの中見れなかったと思うんですけど、今こういう状態になっております。でこっちも仕分けしていきましょうか。はい。この蛍光灯もちょっと片付けちゃいましたけど、新品未使用ですね。
今 LED が主流になってるのでどうしても買い取りはできないんですけども、現在1時になります。休憩の方させてもらいます。よろしくお願いします。お願いします。では作業の方始めていきます。今現在1時半になります。よろしくお願いします。お願いします。一応もうこっちがほぼほぼ、終わりなので向こうの部屋に移ろうと思います。これ新品のゴキブリホイホイありますね。だいぶ昔のやつになります。
内田さん、はい、今回お部屋のレベルはどれぐらいになりますか？そうですね、10段階でいうと4になります。常日頃作業させていただいているので5前後ぐらいがやっぱり結構多いんですね。レベル10っていうのはなかなか1年の中には本当に1回2回3回ぐらいしかなかったり、例えばその10ってどんなんなんですかっても言われる時もあるんですけども、10人来させてもらって3日作業であったり2日作業であったり、お荷物の方も、天井の方が近い状態、その中で電気の方も大きい方がもうかなり詰まって山になってる状態であったりとか、お風呂も本当に入れない状態で、正直ねレベル7、8、9とかも本当にアップしたいのはしたいんですけども、どうしてもねカメラが入れない状態であったりとか、個人情報の関係であったり、やっぱりお客様第一に考えさせてはいただいてるので、なかなかお客さん自体がすいません、ちょっと正直映されるのが恥ずかしいんでやめてくださいっていうのがあったりもするので、今後やっていかしてもらって協力してもらえるのであれば作業風景もうまいこと撮れれば撮らせていただこうかなと思うので、今後パートナーと長い目で見てもらえればいろんな動画上げたいと思ってるのでお願いします。一応ね今見させていただいてほぼほぼお型終わりになりまして、大家さんから畳がかなり傷んでると回収の方をさせてもらいます。なので今から掃き掃除をきれいにさせていただいてから畳を剥がしますので、それが終われば最終確認になりますので、もう少々お待ちください。では大家さんの確認も終わりましたので、最後確認の方お願いします。はい、じゃあどうぞ。右の方です。お願いします。畳が取り除きました。大家様側でクリーニング等されるということで、襖などはもうこの状態でいいということで置いてます。洗面所とお手洗いです。お手洗いも、洗面所ももう丸ごと変えるみたいなのでこの状態です。では上の段からいきましょうか。はい、ここもきれいに取り除いております。でキッチンの方ですね、もうシンクの方もやり替えるとおっしゃってはりましたね。でお風呂場です。で最後こちらのお部屋です。畳がなくなるだけでガラッと雰囲気変わりますね。で上段、中段、下段となっております。はい、では作業の方終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。二手に分かれさせていただいて作業したんですけども、向こうの部屋どうでございました？新聞が多いお宅が、よく、見るんですけれども、こちらのお宅は新聞の切り抜きがかなり向こうの部屋は多かったので、分別に少し苦労しました。見積もりにお伺いしたのが中野になっておりまして、見積もり来た時のなんか注意点みたいなのはありました？そうですね、見積もり来させていただいた時もちょっと電気がつながってないということで、もう真っ暗の状態でライトをこう照らして中を見させてもらったんですけど、物がなかなか奥の方まで見れなかったので、あと実際作業させていただいてもライトの中でちょっと作業させていただいたんで、特に何か分別が混ざったりとかがないように気をつけて作業させていただきました。はい、ありがとうございます。僕らパートナーズは一人でもね多くの方を助けたくこの動画を始めております。見積もりもね僕自身だけではなくて、若林が行ったり、京都では山田が行ったり、大阪でも中野が行ったりと、さまざまなねメンバーがきっちり行って、みんなやっぱりお客様に寄り添う会社を目指してさせていただいているので、最後のねこういった感想の時ぐらいに一人でも多く皆様にパートナーズのメンバーをご紹介できたらなと思っており、今回アップさせていただきました。一人でも本当に多くの方を助けれればと思っていますので、今後ね
この動画を見て助けてほしい、もう退去がすぐあるんですけどどうしたらいいですか、水道工事があっても手にも負えませんっていう方、そういうお困りの際は見積もりは無料なのでお気軽にご連絡いただければと思っております。回収の金額ですね。はい、お2階の方です。家財家具の方を回収させていただいて合計金額で48万5,000円です。ありがとうございます。ありがとうございます。上の荷物量がだいたい1トントラック分ぐらいで、家具類がタンスが5竿ぐらいと細々のキッチン用品何点かあったっていう状態になっております。終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日も綺麗にゴミ屋敷パートナー。